雑賀崎で採れたヒラメ。売ってるやつはなんかちょっとこう鶏ハロースとか添加物入ってるんで、うちはもう砂糖だけで味付けた方がさっぱりしたら美味しいんで。使ってた粉は白玉粉ですか？あれはね、もち粉。餅。もち粉の方がやっぱりこうなんていうの、もちもちしてるし柔らかいんで、白玉粉で作るとこもあるんやけど、どうしても自分的には白玉粉は硬いような気がして。
中学卒業してからと村栗町の方で寿司屋があって、そこでまあ3年か、そこで寿司の学んで、でちょっと個人店で働いて、あぐらっていう料理屋さんで、そこでもう25年ぐらい働いてたんかな。2年ぐらいか。調子悪かったんでね、足がね悪かったんでちょっと仕事離れてたんやけど、でまあ知り合いでこの店紹介してもらって働き出したんです、ここで。足赤エビっていうんですけど、ほんまは熊エビっていうエビですね。ちょうど寿司でサイズにしてあるんでこれぐらいなんですけど、もっと倍ぐらいになります。熊取みたいだから熊とか、なんか図鑑で見たら諸説あるみたいですけど、180ぐらいまでなりますね、1匹で。エビも生きてるのを使うのと死んでるのとは全然やっぱ違うんですよ、身質が。お寿司にしても火通したらもっと赤みが強いですね。車エビよりもしっかり赤でブラックタイガーに近いぐらいかな。おせちの馬煮とかによく使われます、正月に。火の取ってきたり2枚肉寝たら揚げていきます。火の量いって取ってきたやつを生かしといて半日泳がしといたら泥もちょっと抜けるんで。
コチっていう魚で雑賀崎でよう取れるの。あっさりして結構美味しいです。ナイロン袋ね、あっちはちっちゃいの買ったよ。よいしょ。買ってきましたよ。はい。よ。始めました。44です。はい。ホタルイカの酢味噌、もずく酢、和歌山のマリ姫を使ったいちごのごまクリームでございます。こちらが前菜でございます。左側からホタルイカのソース、真ん中がもずく酢、一番右が和歌山のいちごマリ姫のごまクリームです。こちらが菜の花のからしあえ、黒木のプーマスが1回のほぐしたお味でございます。さっき5いきます。2人死んでるからちょうどいけたんやけ残った分だけね。
左上からヒラメです。ヒラメ、本マグロ、大イカ、足赤エビ、キラアジ、マゴチ、カマスの炙り、かいわれ寿司とだし巻きでございます。だし巻きにも小さい小エビすり身にしてまいりまして、本日マグロ以外すべて昨日水揚げされたものになります。うちの船からは大イカと足赤とマゴチ、だし巻きで巻いている小エビの4つが昨日料理できたものです。下段の方に下りまして、一番左が赤カマスの炙り、真ん中がお口直しのかいわれ寿司と卵焼きになります。こちら本日の握りでございます。雑賀崎はマグロを取れませんので、こちらは避難の勝浦の本マグロ。はい。で、それ以外は今日はすべて雑賀崎のお魚で、はい、ご用意した雑賀崎前でございます。一番最初にオープンしたのがもう私と夫と2人だけだったんですね。で、私が料理して夫が魚さばいたり、もちろん取ってくる漁師なのでやらせてもらってて、地元の人、高齢で一人で住んでる方とか外まで買い物行けない方のお惣菜とか定食とかそういうので始めたんですね。子供を産んだり育てたりしてるし、ちょっと自分のライフステージが変わってきて、なかなかそれがハードなってなった時に、板前の松弘君がうちの母の知り合いだったんですね。友人だったので、ちょうどいろいろタイミングが良くて声かけて一緒にチームでやってみたらっていうのがあって、その話が来てから2年、もう2年ですかね。4月で2年、次で3年目になるんですけど。美味しかったね。恥ずかしいであるバンド。こっちまで来た。なんで途中で。違う。下見てるだけ。そうやって落ちるんや。雑賀崎でエビ取る船はこのうちは漫画っていう。あれは隣の船はケタっていうんですよ。で、僕らもケタっていうのは時期によってやるんですけど、12月から3月中はこの漫画っていう仕掛け一応使えるんで、これが地面をこう詰め立てながら進んでいく感じで、潜ってるエビがピョンって跳ねたら、ここの隙間からここが筒になってるんで網に入っていく。ああ、なるほどなるほど。なんで入っていくスペースってこんだけしかない。はい。泳いでる魚はほとんど入らなくて、エビとかメインですね。お刺身で出すんで、これが全部いけすになってるんですよ。エビは足赤はないですね。これは白さ、ヨシエビっていうエビなんですけど、はい、関西やったら白さっていうふうに、それより小さいやつと大きいめ。これよりも今の時期ね、大きいのは少なくなっていくんで 50g とかそれぐらいじゃん。
怖い。持つん？じゃあボタンとね、こうやってすくってあげたら、これ何も知らんかったら離さんから。深くもう10だと思うけど。これは料理長考えられたんですか？そうです。ソースは豆腐で作ってるんですよ。でごま入れて、見た感じなんかおしゃれな感じなんで。
お腹冷えたんで。お腹。こんばんは。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。素敵に。隣が和歌山のマリ姫を使ったいちごのごまクリームです。もずく酢と生醤1お願いします。シアカエビは全く取れなくて、ちょっと入るんですけども、ほとんど取れなくなって、もう少しですね、シアカエビも。はい。これもちょうど先ほど夫が船から買われてくる会社の人がいてて、その人が出入りするんですよ。全員行きます。そこで足赤いの食べる前はカンベルの人が世界一やった。足赤いのマックあるよ。これでない。まだある。お待たせいたしました。こちらタコの柔らか煮でございます。はい、使用しておりますタコの雑賀崎のタコでして、はい、秋エリマルさん、はい、リュウさんが取ってきたタコです。失礼いたします。
です。珍しくサイズがまだ入ったので、ですかね、中にきしめん挟んで、はい、ありがとうございます。きしめん美味しいんです、この中で。魚ときしめんのハーモニーです。大仁王で糸より鯛、ホウボウ、マダイです。ホウボウはうちの船で取ったものなんですけど、それ以外他の魚系皆さんからいただいてるんですね。鍋で食べたものはそうなんですよ。一番嬉しいな。そのさっきのポールさん別で。きっかけが町の食堂とみんなの居場所的なご飯食べて楽しい集まれる場所っていうので始めたんですけども、今新しいメンバーの松彦君に来てくれてからはうちわだけで楽しめる場所じゃなくて、もっといろんな人たち来てくれる場所になるんじゃないかという可能性がどんどん広がって今のお寿司のコースになったんですね。で実際県外の方とか和歌山の中の人もですけども来てくれるようになって、でいろんな人が今まで来たことなかったこの雑賀崎っていう町に来てもらって、で実際漁師さんたちが取ってきたお魚、こんなに食べたことないお魚でもあるんだよっていうのを知ってもらえる場所に変わってきたのかなっていうふうに思います、最初からと。